にちは、ゆうかです。今私は北海道の苫小牧に来ています。これから北海道から茨城の大洗港に向かうんですけど、今日はサンフラワー札幌に乗って向かいたいと思います。前に逆の航路で1回乗ったことあるんですけど、今日は北海道から乗るので初めてでドキドキしています。それでは早速発見して乗り場に向かっていきたいと思います。ということで今回は苫小牧から大洗までの船旅。前は船酔いでダウンしてしまったのでリベンジです。あった、乗船手続き1階ですね。はい、ありがとうございます。じゃん、発見してきました。今日のお部屋はコンフォートのタイプです。今の時間が17時14分なんですけど、船に乗れるのが17時半かららしいので、もうすぐ乗船が開始するみたいです。出港時間は18時45分なので、結構出港までには時間がありそうですね。乗船まで少し時間があるので、3階のポートミュージアムに遊びに行きます。私以外は誰もいなくて、放課後の学校みたいな雰囲気。苫小牧港に停泊するフェリーの模型たちが飾られていて、それぞれの推しポイントが紹介されています。目標は全制覇。3階からの眺めはなかなかいい感じ。皆さんもぜひ立ち寄ってみてください。乗船駐車場へお戻りくださいませ。乗船時間になったので乗船口に向かっていきます。お、あ、見えた。あっちですね、サンフラワー札幌。こっちは何だろうな。北上。まだ乗ったことないフェリーだ。気になる。なんだかんだ多分半年ぶりくらいかな。結構前回乗ってから空いちゃいました。前回乗った時確かかなり船酔いしてしまって、その時は飴のタイプの酔い止めを飲んだんですけど、今日は普通のお薬タイプの酔い止めを持ってきたから酔わないといいな。ちょっと不安です。あ、サンフラワーカムイだ。これ乗ってみたいんだよね。今回予約が空いてなくて予約できなかったんですけど、今度乗りたいな。乗船口なかなか長いな。遠い。お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。こんにちは。よかった、無事に乗れました。コンフォートの5C03 を探さないと。案内がある。コンフォートはこっちですね。5C03 ありました。17番入っていきたいと思います。じゃーん。おお、久々のコンフォート。17。あった。ここですね。17番側。こんな感じです。ちょっと一旦荷物を下ろして船内探索したいと思います。よいしょ。荷物を置いて身軽になったので船内を練り歩きます。出港まではまだ1時間あって、
船は動いていないので、今のうちにうろちょろしておく作戦。今日はゴールデンウィークということもあって、船内イベントがいろいろ開催されるそうなので、それも楽しみなんですよね。私もサンフラワーの歌披露しようかな。やばい、ちょっと早速なんですけど、ゲームコーナー発見しちゃいました。待って、ポケモンいるんだけど、めっちゃ可愛い。取りづらいな、ポケモン結構。本日はサンフラワー札幌にご乗船ください。これ以上やると夜ご飯代がなくなるので、取りかじ一杯で逃げ出します。メタモン取ろうとしてエタモンはなし。悔しいですけど、ここは撤退して夜ご飯を食べに行きたいと思います。サンフラワーといえばやっぱり船上バイキング。夕食朝食セットで3200円です。券とお金、領収書をお取りください。夕食バイキングのメンツはこんな感じで、前に乗船した時とは全然違うお料理が並んでいます。全部美味しそうでトングが止まりません。下船する時には体重が何トンか増えてそうだけど、気にせず爆食します。じゃーん、お料理を持ってきました。船酔いする前にビールで酔っ払う作戦。それじゃあ乾杯。早めに乗船すれば出港する前に夜ご飯が食べられるので、船酔いを気にせずに楽しめますね。動いてないとまるで普通のレストランにいる気分。フェリーの中ってことを忘れそうになります。すかさずビールも補給。今宵も良い酔いをする用意は容易にできております。前回乗った時にはなかったラーメンも実食。これがかなりの絶品で、船上で食べれるクオリティを完全に超えてましたね。ご飯が美味しすぎてテンションマックスの私。まさかこの後あんな試練が待ち構えてるなんて、この時はまだ想像もしてませんでした。ごちそうさまでした。そろそろ出港時間なので、デッキに景色を見に行ってみようと思います。デッキからの眺めはこんな感じで、苫小牧から見える夕焼けがとっても綺麗です。ついにサンフラワーが苫小牧を出港しました。これから始まる15時間の船旅。楽しみ半分、ビビり半分です。船酔いだけが心配だけど、太陽に守られてるから多分大丈夫でしょう。出港から約1時間。まさかこんなに揺れるとは。立っているのがやっとです。気持ち悪い。めっちゃ揺れる。長距離フェリーに乗るのはこれで10回目なんですけど、
過去一揺れが激しいです。海に白波がかなり出ているそうで、酔い止めを余裕で貫通してきました。やばいなこれ。この後船内でマジックショーのイベントがあるんですが、ちょっと動けそうにないので自分家でおとなしく過ごそうと思います。カメラ越しだと伝わりづらいですが、上下左右にかなり揺れていて、巨大なバランスボールに乗ってる気分です。気持ち悪さをリセットしたいので、一旦ゴロンして回復したいと思います。おはようございます。昨日は船酔いで完全にダウンしてしまって、気がついたら朝になってました。若干まだ気持ち悪い。今の時間は8時8分。だいぶ寝た気がしたけど、大洗まであと6時間もあるので、ここからは楽しみ尽くしたいと思います。ここで嬉しいニュース。昨日見逃してしまったマジックショーが今日も開催されるらしい。5階のプロムナードに急行します。船酔いもマジックで消してくれるかな。せーの。すごい。アラジンの曲に乗せてアラジンにはできない技を披露してますね。以上、少女マジックショーでございました。ありがとうございました。マジックショーを楽しんだ後は朝食バイキングにやってきました。せっかくなので1300円分元を取りたいですね。朝バイキングのメンツは和食のメニューが多めで、ニシンの煮付けや筑前煮などが用意されていました。じゃーん、朝ごはんはこんな感じ。サンフラワーカレーと目が合ってしまったので山盛りで調達してきました。このカレーめっちゃ美味しいんですよね。テンション上がりすぎて拍手からのメトロノーム。昨日はかなり船の揺れが激しくて、もうこんな感じでザブーンって感じだったんですけど、今は少し穏やかになりました。だから昨日また夜もう一回酔い止め飲んだんですよね。それで出たんですけど、朝だいぶマシになりました。カレー美味しすぎてやばい。回復ですね、これは。半熟で美味しい。カレーのおかげもあってか、船酔いもかなりマシになってきて、窓の外の景色を楽しむ余裕も出てきました。やっぱり海の上で食べる朝ごはんは格別ですね。ごちそうさまでした。この後は食後のお散歩がてら船内を探検してきます。
お腹いっぱいになったので、まずは6階の展望デッキに遊びに行きます。5時くらいに見た時は若干雨も降ってたんですけど、ご覧の通り雨も上がって穏やかな海が広がっていました。風は強いんですが、船の揺れは全然感じませんね。お次は昨日行けなかったショップに遊びに行きます。とあるお目当ての品があるので、何としてもゲットしたい。ショップには飲んでくださいと言わんばかりのおつまみたちが大集結してて、冷蔵庫にはビールから果実酒までいろいろなお酒たちが顔を揃えています。他にも茨城や北海道のお土産、限定のサンフラワーグッズも売られているんですが、私のお目当てはこれではなくて、じゃじゃん、念願のサンフラワー札幌の5000円をゲットできました。最近は5000円集めにもハマってるので、これは大事に持ち帰ります。船内図はこんな感じで、7階はスイート専用のフロアになってます。安くて片道5万円ですが、部屋にバルコニーもあるらしいです。苫小牧から大洗の航路は今年で40周年。私が生まれる22年前から運行してるなんて、なかなかやりますね。大洗港到着まではあと5時間30分。今は仙台の沖合を航行してるみたいです。14時間もフェリーに乗ってると自分家みたいな親近感が湧いてきますね。この辺は海だけど庭みたいなもんです。船酔いの仕方が独特なクマを発見。前会った時よりもなんか痩せましたね。そしてこっちにはおなじみの船長のコスプレが用意されています。まあ私はもう着ないかな。皆さんお久しぶりです。船長の鈴木です。昨日は船酔いでダウンしてたので4いや8度寝してました。すみません。大事な船長の任務も果たせたので、例の場所で休憩してきます。展望浴場、朝は景色も見やすくて空いてるのでおすすめです。それじゃあお風呂行ってきます。お風呂上がりはマッサージチェア。有料ですが、1回座ると抜け出せないくらい快適なんですよね。展望浴場もとっても良かったです。シャンプーバイキングもあって、しかも誰もいなかったから一人で海を眺めながらのんびりできました。これは船長の特権ですね。苫小牧出港から16時間くらい経って、だいぶ大洗港まで近づいてきました。到着まであと2時間半もあるので、しばらくお部屋に立てこもりたいと思います。今までで2番目に長い19時間のフェリー旅。さすがにやることがなくなってきましたね。しかも昨日はしっかり爆睡しちゃったので、ゴロンして過ごす作戦も使えません。こんな時のためにカウンターで無料のイヤホンを調達してきました。テレビ見てたらあっという間に時間が過ぎますからね。
と思ったら電波が少し悪くてカクカクです。ガビーン。携帯も圏外なので YouTube も見れません。完全にチェックメイトですね。おとなしく牛乳を飲みながら過ごします。11時半になってレストランでカフェタイムが始まったのでケーキを暴食しにやってきました。画面越しですがよかったら一口どうぞ。ちょっと疲れてきたタイミングだったので甘酸っぱくていい気分転換になりました。ケーキがあまりにも美味しかったのとあまりにも暇すぎたのでなんとなく船内アンケートに答えてみました。しばらくして展望デッキに出てみると海上保安庁の船が通りがかっていて、最初は事件かなってビビったんですけど、どうやらゴールデンウィークのイベントみたいです。あっという間に2時間経っていよいよ下船の時間が近づいてきました。あんなに長いって感じてたのに、いざ終わりが見えてくるとなんだか寂しくなってきます。19時間ありがとう。サンフラワー札幌、また絶対遊びに来るね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆様下船でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、茨城の大洗港に到着しました。ということで今日はサンフラワー札幌に乗って北海道の苫小牧から茨城の大洗港まで来ました。いやーすごく楽しかったです。やっぱりサンフラワー札幌は設備も充実していて内装もすごく綺麗で快適でした。ただ船酔いが今回もかなり激しくて、前回も結構船酔いしたんですけど今回もそれと同じくらい酔ってしまって、昨日の夜から今日の朝方までちょっとダウンしてました。でも昨日よりかは今日の方が船の揺れは少し落ち着いて、今日は朝食も昼食も楽しめたので良かったです。
あと大浴場もすごく広々としていて、シャンプーバイキングがあったり、化粧水とか全部アメニティが充実していて、それもすごく親切だなって思いました。あと今日はゴールデンウィークにかぶったので、いろんなイベントがあって、マジックショーだったり、海上保安庁の船とかヘリコプターが近くを通ってくれたり、それも見れてよかったです。あと電波が10時間以上つながらなくて、もっとかな、出港してから1時間以降はずっとつながらなかったので、そこはちょっと何か対策というか、私の YouTube 動画をダウンロードしたりするのがおすすめなので、ぜひ乗る方はやってみてください。ということで、今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価お願いします。お願いお願いお願い。それじゃあバイバイ。誰ですか？びっくりした。すごい、近所の人に会えるなんて、そんなことある？前正月行ったじゃん。お正月にみんなでさ。YouTube 結構見てんだけどさ。あ、本当ですか？楽しんでね。すごい、家の近所の方に会いました。家から徒歩5分くらいのお父さんの友達ですね。こんなことあるんだ。